テールゲートとかラゲッジ周りで1つ2つ上げていきます。2つだね。しかしこのテールライトかっこいいね。この辺はちょっとね、尻下がりように見えますけれども、ここだけね、持ってくるとすごくかっこいい。夜光ってるのもね、かっこよく光ります。じゃあテール周りね。まずね、軽いです。ここが、もしかしたら樹脂製かもしれない。樹脂製っぽいね。ってことで、ラゲッジがすごく軽い。で、ガラスもね、結構気遣ってね、薄くしてるような感じなんですよね。叩いた感じね。二つ目は、横から見たとき。後ろね、ほんと出っ張らないですね。ヒンジがこちら側にあるので、こう立ってるハッチバックと比べて、開けてもハッチが出っ張らない。これは一つ長所じゃないかな。後ろギリギリに止めても開けられると思います。で、軽くて大きくてね、ヒンジを前の方にあってダンパーもこんなに長い。で、ビビりそうなものなんですけれども、全然ね、走行中ビビる音がしないですね。この辺が支えになってるのかな。星型ネジとかで結構これ固く締まってるんでしょうね。がっちりしてると思います。お次はトノカバー。これがね、横開きだよっていうのはね、有名だと思います。横開きね、ささっと使える。すごくいいなと思います。そもそもトノカバーっていうのは、外から中の荷物を見えにくくするものです。で、もう一つ。こちら側にも、トノカバーっぽいものがついていて、荷物の出し入れにはね、もう全然邪魔にならない。全然邪魔にならなくて、こちら側もね、しっかり隠すようなものがついています。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーです。今日は後ろに見える車、シビックの EHEV の、内装編です。ごめんなさい、車がね、見てわかるように、ちょっとね、手違いでマイナー前になっちゃいました。2024年式でマイナー5もね、出てくる時期の車なんですけれども、しかも9月登録でね、そうだったんですけど、ごめんなさい、手違いでね、マイナー前になりました。と言ってもね、そんなに変わってないようなところなので、中見ていきたいなと思います。シビックね、いいところいっぱいで、もう褒めてばっかりになっちゃいますから、そうですね、ちょっとここはみたいなところも少し挟みつついきたいなと思います。ってことでね、すみません。今日はちょっと自分一人なんでね、手持ちカメラと、車に設置してあるカメラと、あと全部でね、5台カメラ持ち込んでますので、いろいろ使い分けながら、なんとかしてね、上手に内装を伝えられたらなと思います。で、今、手持ちのカメラ使っていますから、ちょっと手持ちでね、わかるところから行きましょうか。まずね、シート。マイナー前のシビックはね、グレード1つしかなくて、390万円、もしくは値上げされても400万円で、何でもありでした。マイナー5はね、2つになって、廉価グレードと上級グレードと2つ、LX、EX ってね、2つに分かれていますけれども、この時はね、それなくてね、もう何でもありぐらいの感覚でした。なかったのはね、この360度モニターといったあたりぐらいです。ナビも標準でね、パワーシートは助手席もついていて、これね、やっぱ運転席だけだと寂しいですよね。助手席の方に申し訳なくなっちゃう。なので、助手席パワーシートね、自分はすごく必要かななんてね、思うんですけれども、ここ、シートヒーターなんかもね、ついています。今気づきました。シートヒーターの表示も、ボタンを押すとね、ここ出るんですね。両方押してみましょうか。プチ。映ってるかな。で、そんなね、シートの部分。まず、横から見て、今ね、自分シート結構低めにして座っています。このシビックね、かなりシート下がります。今一番下げた状態で、こんな感じで、センターコンソール、この辺かな。膝より高い位置にセンターコンソール来まして。で、いいのは、ここね、シートの脇にサイドサポートがしっかりあって、ここね、よっぽど踏ん張ろうって意識しなければ、足ここ当たんないんですね。当たっても、
ここの方が先にこうグッときますから、ここ痛くない。こういった作りいいですよね。最近車の横幅広くなってきて、もうみんな広くなって、運転しにくいとかいろいろ出てきてるかもしれませんけれども、室内のほんのちょっとしたところでね、数センチずつスペース取って、で、この立派なシートとか乗ればね、もうなおさらですよね。さらにここ、えぐれています。どう見たらわかるかな。上から見ると広くて立派に見えて、で、下はしっかりね、ここえぐれています。わかるかな。うん。まあそういったところもあってね、コーナーでこう、突っ張りたいよと、ここで体を支えたいよって。で、車をロール方向に対して垂直に保ちたいよとかあった時にね、ここで踏ん張るとか、そういったことがない限り、ここまず当たらないですね。すごくね、快適です。で、シートどれぐらい下がるかっていうのがね、これ今ハンドルは一番下です。で、メーターフードここ。で、ナビはここって感じかな。自分の目線で見てね。ちょっとね、ダッシュ先端よりナビが飛び出しちゃう。ここは残念なところですね。惜しいですよね。せっかく低く座れて、ダッシュ先端も低くて、左側の眼科とかもね、別に取りにくいことはない。つまり走りやすい中で、ここだけね、あと言っても全部の車はそうですからね。いいのは、ここ、画面表示で切り替えができる。暗くするとね、だいぶ印象違います。今は撮影なのでちょっと明るくしておきます。で、シートどれぐらい下がるかといったところですけれども、こう見たらわかるかな。映んないか。ごめんなさい。一人じゃきついですね、これね。こうしたときに、どのぐらい？別に目線までは下がんないんだね。目の高さまでは来ない。この辺。このぐらいです。このぐらいまで下がる。鼻ぐらいだね。一番下げてこのぐらい。あとは、シートバッグを寝かせばもっと下がるんですけれども、ちなみにこの状態で頭上は拳2個は楽に入ります。横から見てみましょうか。ちょっと、はい。まずパワーシートね。ランバーサポートの調整ないです。シートの座面が前後で上下できる。あと、傾きです。で、今一番下の状態でね、このような感じ。じゃあ前方はちょっと上がってますね。お尻の部分が一番下でこんな感じ。で、上げていきますと、全体的に上がってきて、黙々黙々と。結構大きく動きますね。これ、マイナー5のパワーシートないタイプで、どのくらい下がるのかとかね、ちょっと気になるところです。シートどんな感じかはね、ちょっと助手席の時に伝えます。で、この下がるのがいいよねと。下がらないとね、今シビック買うっていうこの、なんか7割が SUV とか言われていますから、そんな中でね、シビック買う理由の一つってこの下がるというのがあるんじゃないかな。少なくとも自分はそうですね。ホンダのクーペって今何があるのかな。なかったら 86BRZ になっちゃいますけれども、とか、やっぱりね、低くて足を伸ばして座れるスタイルというのが、いいかなと。で、そういう FR 車と比べて、一つ上げるとすると、ペダルレイアウト。自分が自然に足を伸ばすと、ここに欲しいんですよね。普段 FR とか乗ることもあって。自分の感覚ですと足をちょっとね、かかとここだとして、ちょっと開くところに来る。で、シビック少しね、内寄りです。これが、シートがね、低く座れるからこそ気になっちゃうのかもしれない。あとブレーキペダルちょっとね、この段差も、横から見た時に段差も大きいので、ね、別にね、そんな気にすることないし、そもそもね、ステンレスのプレートでかっこいいペダルですからね。で、あとインパネ周りはね、もうほんといいとこばっかり。ダッシュ先端低くて、BOSE のスピーカーがついて、いろいろね、こっちからもナビモニターからオーディオの設定なんかもね、できますね。ここいろいろできて、一番上はイコライザー。これね、高音、中音、低音と3つありますね。で、BOSE のね、ブランドのスピーカーになってますけれども、BOSE らしい音でね、結構低音強いです。なのでね、自分はこれ少し減らすぐらいがいいと思うんですけれども、お好みでブーストするとね、ラゲージにはサブウーファーも入ってますので、結構ね、ズンズンいってくれます。で、あとね、リスニングポジションセレクター。リスニングポジションじゃないんですけれども、タイムアライメントみたいなね、機能はなかったようなので、
これ例えばこう運転席のところに持ってくると、右前のね、スピーカーの音が大きくなります。で、そうするとね、音右に寄っちゃうので、中央とかね、自分の目の前にこう音像を出したい場合は、フェーダーでね、左右調整するような形ですかね。メーター周り。メーターはフル液晶のタイプで、結構ね、シンプルに情報が、しかも細かくね、綺麗に出ていきます。左手側のロータリーコマンダを操作すると、オーディオとか電話とかの機能。で、右手側は燃費情報とか、パワーフローとか、そうですね、運転支援に関する部分とか、こういったところが出てきます。で、メーターデザインの切り替えもできまして、バータイプ、こうなります。右がこっちか。右が速度、左が、パワーメーターです。で、あとは、ACC の全走者追従 ACC のみでも使えますし、あと、ハンドル支援のみでも使えます。市街地なんかだと運転支援の中でもね、ハンドル支援だけ入れとくっていった方も多いかもしれないですね。で、この画面だと分かりやすい。あと、車線認識すると、今右側出ていますけど、白い線出ていますけれども、これがね、両側出てくる。で、コーナーとかあると、ここの画面上もね、その道がうねってくれて、道が曲がってくれて、おーって安心できますね。ちゃんと認識してるなと。あと、周囲に車がいると、この周りに車のアイコンが出てきて、それを教えてくれます。ハンドル支援。自分はあんま好きではないので、常に切ります。何の車乗ってもね。で、ただ、一瞬だけ入れるときってあるんですね。それは、これ。ペットボトルの蓋を開けるとき。どうしてもね、運転中開けなきゃいけない、喉乾いて限界の時ってありますでしょ。あんまりいいことではないけれどもね。そうするとこうやって持ちながら開けるのは、ちょっと神経使うというか、その間は急な操作とか緊急回避行動なんかはできないです。っていった時にね、その瞬間だけハンドル支援を入れる。で、瞬間的にどこでもこれ押せばね、ACC セットしなくてもこれだけ押せばいいっていうのはすごくいいと思います。なので蓋を開けて閉める間だけこれを押すっていうのがね、自分のこの使い方です。じゃあ、あとちょっとね、全体的な部分カメラ変えていきますね。じゃあ続きまして全体的なところ。これね、シービックの内装評価高いですよね。特にこのエアコン送風口とかね、この中に見えるルーパーとかね、このあたりがいいというところもね、お話もよく目にします。で、じゃあその辺行きましょうか。ちょっとどこ映るかわかんないけど、ちょっと拡大してみます。どこ映ってるかな。ナビになっちゃいますね。じゃあこの辺ね、ちょっと触れてみます。これ、いいのは、中のルーパーがどこ向いてるかそんなに気にならない。例えばね、これじゃないタイプですと、ビシッとね、同じ方向向いてないと自分嫌なんですよね。いつも同じ方向向いてなきゃいけない。嫌だ。なので、動かさない。もう絶対触らないようなね、感じになります。ただこれはね、そんなどこ向いててもあんま気にならないでしょ。それがね、いいと思います。中央部は、この2つはね、閉じるのがないんですね。回すこともできない。ただこれだけ。これは、モード。このモードで、下向きにしておきますと、ここは止まりますから、両端はしっかり閉じるのがついてるので、風下向きにして両方閉じると、ここは出てこないです。この上はあれかな？上はこのデフォッガーモードね、下とデフォッガーとかにすると出てきたりとか、そんな感じでね、これを動かしてるときに、カチッといくとこあるんですね。で、これがどっか向いてて気になるって言った場合は、両方カチッといったところで止めるとね、ぴったり前向きます。カチッと落とします。こっちもね。やっぱり、こういう細かいところこだわるのが、その高い車を買うユーザーなわけですから、よく考えられてますよね。このハニカムの覚悟市場のね、これが好きとか嫌いとかは多分好み慣れだとして、こういった細かいところの差っていうのがね、もしくは気配りっていうのがその値段にも反映してくると、ところでしょうかね。こだわればこだわるほど高くなるっていうのはしょうがない。で、エアコン操作部は相変わらずいいところ。スイッチね、これ、ボタンの中に液晶部があると思います。で、
真ん中とかね、オンオフ風量、ここの中表示されていて、で、押し込むこともできる。回すこともできる。で、この周りのね、そのシルバーの、模様も、ちょっとね、ダイヤモンドカットみたいな感じでキラキラして綺麗です。高級感ありますよね。黒い部分はしっかり艶が消されていると。まあ、上は艶があって、ここは艶が消されている。この組み合わせね、すごく上品で高級感あります。ちょっとね、可能だったら夜撮ったのを差し込みます。じゃあ、あとは、ドライブモードの話だ。ドライブモードは、エコー、ノーマル、スポーツの他に、インディビデュアルのモードがあります。これはその人に合わせてみたいな意味ですね。なので、カスタマイズが可能です。パワートレイン、ステアリング、メーター。これを好みに変えておける。で、こっちの A シビックかっこよくて、さらにね、これ選択すると光ります。まずパワートレインね。スポーツだからか。ごめんなさい。そうだ、スポーツは赤く光る。イコンは緑か。そうするとね。そう、ここ光ってね、ノーマルは白だ。で、ステアリング、スポーツ赤とかね。結構細かいですよね。ここ繊細で素敵です。といったことで、ちょっと助手席側に回りますね。じゃあ、助手席側です。さあ、こちら側はね、見栄えはこんな感じ。全然助手席側からでもね、見栄えいいですよね。センターコンソールもこんな感じ。かっこいい。で、そうだ。ドアね、ここはアンビエントライトが夜光ります。今も光ってるのかな、ちょっと見えないですけれどもね、映像差し込みます。で、この辺から、この辺と、オーソドックスに、定番というかね、よくあるようなところは、しっかりあれですね、ソフトパッド。パワーシート。で、セカンドパワーシートは、前後と、これだけです。いわゆる4ウェイかな。高さ調整はできないです。で、シートね。シートこうやって見ると、うっすら赤い模様が奥に入っていて、表面に黒いのが、生地があるような感じです。で、結構ね、ボリュームあって、柔らかすぎないですけれども、硬くもないね。そのくらいの感じです。後ろの方は少し硬いんですけれども、運転していて気にならなかったですね。前なんてコメントしましたっけ。とにかくね、全体的にシートのどこがどうっていうのがね、本当に気にならないシートです。で、サイドサポートは、このおへそぐらいがここです。おへそあたりが一番出っ張っていて、脇の下は抜けています。ここをね、サポートが上まであるとハンドル操作の邪魔にもなる。一長一短なんでね、この辺りだけ出っ張ってる作りというのは、純正のシートとしては理にかなってると思います。ほんとね、邪魔にならず、下の方だけね、張り出してる感じです。今日一人なんでね、前助手席乗った時の感想を思い出して述べています。で、座ってみた時の視界はこんな感じ。シートもう少し下げたくなるかな。下に低く下げたいけどね。その分開放感はいいです。で、そうだ。あと、EHEV といえばね、この今のシートセレクターはこんな感じ。ボタン式で、PRND。これなんかね、並びは法律で決まってるそうなので、どの車もね、この並びは一緒です。で、あと操作方法としては P は押す、R は引く。で、N と D は、親指で押すみたいな感じでしたね。なんかこうやってやって、一つの指に一個ずつ機能を割り当てるみたいな感じでブラインドタッチするっていった話でした。で、ドライブモードのセレクターは、幅広で上下があって、使いやすいと思います。適当に手伸ばしたらね、もう必ずここに引っかかりますからね。で、電動サイドブレーキと、それからブレーキホールド。ブレーキホールドがメモリー機能ついてないんですね。ホンダ車っていつもメモリー機能あるんですけれども、てっきりあると思ったらこのシビックなくてね、あれっていう感じでした。じゃあ、あとリアシート回ります。
じゃあリアシートです。リアシートもね、すいません、前回乗った時の感想で述べさせていただきます。フロントに対してこの辺がちょっと硬くなったりしますけど、あえて触ったりしませんからね、こういったね、洋紙はしっかり、柔らかい素材になっています。で、どこから行きましょうか。ZRV との違いなんかで言うと、このヘッドレストはね、小ぶりでね、結構違いますね。で、このまま多分座れます。その辺はいいところ。その代わりに、確かね、このアームレストが、ちょっと硬いんですよね、出てくるのがね。紐もない。そうですね。ちょっとタイトな感じです。この辺りが、ベゼルとかね、マイナーチェンジでそこに紐がついたり、ベルトがついたり、軽く出し入れができるようになったりしてね、少しいいところだなと思いました。そうだ。シビックは、ZRV よりホイールベースが8センチ長いそうなんですけれども、ちょっとね、リアシートの入るのと降りるのはちょっとタイトです。座面が低いんでしょうがないって言えばしょうがない。これね、乗り込むときは勢いで乗れちゃうとして、降りるときが結構ね、足を高く上げないと降りらんないです。ここの作りだね。結構前の方がここが出っ張っていて、本当はここで切れていればそうではないんでしょうけれども、この辺またぐのがね、少し大変です。いわゆるこのバスタブ型の中にね、足入れたり出したりというね、この降りるときだけちょっと大変ですかね。あと履いちゃえば、スポーティーモデルだと考えればね、もう全然座れるスペースですし、4500のボディ全長でミドルクラス、余裕ありますね。今、フロントシートと同じところまで10席のシートを調整しています。あとやっぱりね、最近、このヘッドレストが小さくなってきて、で、ボディ横幅増えて、ここの間が増えて、この間から前を見るような感じというのはね、車だいぶ増えて、これ開放感につながりますね。車酔いしにくいのもやっぱり遠くを見て、どっちに次曲がるのかって意識するっていうのがありますから、そういうのにも効いてくるんじゃないかな。ただ、リアシートの位置としてはフロントシートよりなんか一段低いか同じぐらいかなっていう感じで、特にね、リアシートが一段高くなってるわけではないです。ちなみに運転席はね、ちょっとさっき撮影の都合でかなり寝かしています。10席ぐらい起こした感じでね、こんな感じ。頭上はどうだろう。頭上はこんな感じ。自分身長172センチで、ちょうど拳1個だね。拳1個、別に全然苦しくはないです。この辺が迫ってくるというのはね、この横方向、これはもうしょうがないね。お約束。いつもっていうかたまに言いますけれども。で、アシストグリップついてます。助手席のアシストグリップ。なぜかね、ZRV はこの助手席のね、このアシストグリップが なかったんですよね。上級の Z というグレードでこれがなかった。で、シビックちゃんとついてますね。アンビエントライトがフロントだけしか光らないというのもあって、その辺も ZRV とのね、小さな差別化、違いなんですけれども、これちょっと光りそうに見えますけれども、光源は見えないんでね。やっぱり違いますね、フロントとね。光らないです。見ます。ということで、車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。またどうぞよろしくお願いします。